ここが好きだよ日本人へようこそ。国には成り立ちがあります。政治的な成り立ちもそうですが、伝承の逸話やおとぎ話のような成り立ちも文化的には重要な資料です。国にまつわる逸話は今日でこそ語られることがありませんが、かつては人々の心の拠り所であったのです。日本にも国民のアイデンティティたる逸話があります。海外の人が関心を示す日本の成り立ちとは一体どういったものなのでしょうか。こんにちは。僕はアデルモ。ローマで歴史学を学んでいる25歳。ローマといえば観光名所が多いことで有名だね。中でも有名なのはコロッセオ。帝政ローマ時代に作られた円形闘技場でおよそ4万5千人を収容できる施設なんだ。かつては剣士が世界各地から集められた猛獣と戦う過激な娯楽施設だったね。ローマ時代の建造物以外にも有名なものがあるよ。トレビの泉はバロック様式を取り入れた建造物。泉の反対側を向いて肩越しにコインを投げ入れると再びローマに来られるという願掛けは有名だね。カトリックの総本山であるバチカン市国もローマにあるよ。バチカンのサンピエトロ大聖堂には初代ローマ法王聖ペトロが眠っているんだ。世界的宗教であるキリスト教。世界各国に広がっていったクリスチャンにとって最も影響力のある場所だね。ローマはかつて大きな帝国の首都だったんだ。そして今でもキリスト教、特にカトリック信者にとっては重要な都市だと言える。だからローマはニューヨークに並ぶ世界的な都市なんだ。ローマには他にも名物があるね。それは食べ物。イタリアの料理は世界に誇れるクオリティだからね。世界的に有名なローマの料理はパスタだね。カルボナーラやペンネアラビアータはローマ発祥なんだ。カルボナーラには黒胡椒が振ってあるだろ。カルボナーラという名前は炭焼きパスタという意味で、それをイメージして黒胡椒をあしらっているんだ。ローマのピッツァも有名だね。ピザじゃない、ピッツァだよ。ローマのピッツァは生地を長時間発酵させた後、薄く広げて焼くんだ。だからナポリのピッツァのようにもっちりした食感にはならない。クラッカーのようなサクッとした食感を楽しむものなんだ。デザートも人気が高いよ。特にティラミスはローマが誇る名物。クリーミーなチーズの味わいとビターなエスプレッソの深みの相性が抜群なんだ。エスプレッソといえばあまり有名じゃないかもしれないけど、ローマ流の飲み方があるんだ。エスプレッソロマーノといって、エスプレッソにレモンの果汁やフレーバーを加えて飲むんだ。レモンのすっきりとした酸味がコーヒーのシャープな苦味に合うね。レモンは酸味のイメージが強いけど糖度も高いから、エスプレッソの口当たりをマイルドにしてくれるよ。僕は今歴史の研究をしているんだ。土地柄古代ローマの歴史にも詳しいけど、僕の研究対象はヨーロッパの歴史ではないよ。僕は多神教の文化について研究しているんだ。キリスト教が主流になるまで世界には様々な多神教が存在したんだ。ヨーロッパだって例外じゃない。古代ギリシャのパルテノンや他の神殿群はあまたの神々を崇めるために作られたんだ。多神教の神のあり方は興味深いね。ギリシャの神々はキリスト教の唯一神に比べて人間臭いんだ。例えば
最高神のゼウスは当たり前のように妻以外の女性と関係を持っている。これはキリスト教では考えられないことだね。ギリシャの多神教の流れを組んだローマでも神殿が作られたんだ。例えばパンテオンという神殿は現代まで残っているね。あれは今でこそクリスチャンの礼拝施設だけど、もともとはローマの神々を祀るための施設だったんだ。そんな多神教を研究する僕が今興味を持っているのは日本。仏教と神道が共存する国だね。日本人の宗教観は非常に興味深い。そんな日本人のルーツをたどるために日本に行くことにしたんだ。そんなわけで関西に降り立った。関西国際空港を出て僕が向かう先は淡路島。文献によるとそこには日本のルーツがあるらしい。小さな島国の国土の中でも特に小さいこの島に日本のルーツがあるとは到底考えられなかったね。島に渡る手段はバスか船しかなかったんだけど、僕はバスで行ったよ。三宮からバスに乗ったんだ。三宮はいかにも都会という感じで、予定がなければショッピングを楽しみたいところだったよ。日本の旅はタイトなスケジュールだったんだ。回りたい史跡がたくさんあったからね。途中明石海峡大橋という大きな吊り橋を渡ったのだけど、壮観だったよ。世界最長の吊り橋の称号は伊達じゃないね。淡路島の方向を見ていると観覧車が映り込んだんだ。そのまましばらくバスに揺られて景色を眺めていると、観覧車の場所を通り過ぎた。どうやらドライバーが休憩できるポイントらしい。駐車場やトイレだけでなく、観覧車のような娯楽施設を備えていることに驚いたよ。島に入ってからもしばらくバスに乗って淡路市で降りたんだ。そこからしばらく歩いて目的地に着いた。今回の目的地はイザナギ神宮。日本を生み出した神であるイザナギの命とイザナミの命が祀られている場所さ。古事記や日本書紀といった書物によると、日本で最も古い神社なんだそう。神社に入って驚いたのは大きなクスノキ。樹齢900年の大樹にはイザナギの命とイザナミの命が宿っているらしい。万物に神を見出すアニミズムを感じたよ。さらに驚いたのは神社の位置。イザナギ神宮から見て東西南北の位置にはそれぞれ大きな神社があるんだ。例えば伊勢神宮はイザナギ神宮の東にあるらしい。加えて夏至、冬至の日の出、日の入りの方角にも神社があるそうだ。はじめは小さな島の神社だと思って侮っていたさ。でも日本人のスピリチュアルな文化において重要な役割を担う場所だと理解したよ。この淡路島、イザナギ神宮に祀られている二柱の神々によって2番目に生み出された島なんだそう。彼らは漂っていた大地を矛でかき混ぜて小さな島を作ったんだ。その島を拠点に日本という国を生み出したそうだよ。彼らは国を生んだ後、神々も生んだんだ。そんな神々の中には自然にまつわる神が多いのも多神教ならではだね。ちなみにローマにも建国の神話があるよ。ローマを建設したとされるロームルスとレムスの父は軍神マールスなんだ。後に捨てられた彼らは狼によって育てられる。国という共同体の建設にみんなを納得させるための神話が大切なのは万国共通さ。
そんなイザナギ神宮を後にして僕が向かったのは2度目の三宮。次の目的地に移動するには早いから三宮のホテルに泊まることにしたんだ。予想より早く三宮に着いたから三宮のグルメを堪能することにしたよ。僕が選んだのは庶民的な定食屋さん。ここで三宮の名物が食べられるらしいんだ。注文からしばらくすると甘い香りを伴ってその料理が出てきた。出てきたのは茶色い牛すじが乗った麺料理。ぼっかけ焼きそばというらしい。色合いが地味でとても美味しそうには見えなかったね。でもせっかく頼んだわけだし一口食べてみたんだ。感動したよ。牛すじ特有の匂いと甘いタレの相性がいいんだ。こんにゃくの弾力のある歯ごたえも楽しい。さらに太めの麺が満腹感を与えてくれるんだ。食べるだけで元気が出そうな料理だったね。そんな三宮の庶民の味に舌包みを打った後、ホテルで夜を過ごしたんだ。翌朝早くにホテルを出て次の目的地に向かったよ。三宮からバスに乗って向かった先は出雲大社。前日のイザナギ神宮から見て夏至に日が沈む方角にある場所だよ。長らくバスに乗っていたけど昼には着いたんだ。出雲大社を散策していると大きな拝殿が見えた。かなり厚みのある立派な屋根にこれまた太いしめ縄がつられていたんだ。ギリシャのパルテノンにも勝る壮大な建造物だったね。もともとこの出雲大社というのは国譲りという伝承をもとに作られたんだ。簡単にまとめると大国主の命という神が作り上げた国を天の神々に譲ったという話だね。さらに出雲では10月のことを神有月と呼ぶんだ。これは各地から神々が出雲大社に集まって会議を行うからなんだ。こんな風に神がたくさん存在するとドラマが生まれるから研究しがいがあるよ。他にも面白いものを見つけたよ。それは銅製の鳥居。出雲大社の鳥居は銅製の鳥居の中でも日本最古のものなんだ。木や石で作られた鳥居は見たことがあったけど銅製の鳥居は初めて見たよ。日本のルーツをたどるために関西を旅したのだけど神社に祀られる神々の逸話がどれもドラマティックで興味をそそられたよ。万物に神を見出す日本人の精神性も感じられたね。こういった神道の文化が現代まで受け継がれてきたのは日本人の努力の賜物だよ。そんな価値のある文化をこれからも大事にしてほしいね。日本という国のルーツを示した神話があります。その歴史は古く、古事記や日本書紀にも記されているのです。その神話の中で、日本の国土を生み出したのは、イザナギの命とイザナミの命だと言われています。彼らは漂う大地を矛でかき混ぜて小さな島を作りました。その島を拠点に日本の島々を生み落としたのです。これを国生みと言います。中でも初めに生み出された8つの島々は日本の主要な国土であるとされ、そのことから日本は大屋島国と呼ばれたのです。国生みを終えた後に彼らは神々を生み始めました。こちらは神生みといい、この過程で自然現象を司る神々が誕生しました。神生みの途中、
イザナミの命は炎の神を生んだためにやけどを負い、黄泉の国へと行ってしまいました。ここでは割愛しますが、その後彼女は死を司る存在へと変貌を遂げるのです。このビッグイベントの主役である前述の二柱は淡路島のイザナギ神宮にて祀られています。また海外の人のお話に出ていた出雲大社も日本神話における重要なスポット。大国主の命が自ら治めていた出雲の国を天上の神々に明け渡す国譲りの逸話を受けて建造されたと言われています。神道には他にもドラマティックな逸話が存在しています。あらゆる自然現象に神を見出し、ストーリー性を持たせられたのは日本人の感受性が豊かであった証拠です。そんな日本の文化の源流をこれからも大事にしていきたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。